古くは万葉集にもたびたび登場する藤の花。現代においてそのつるは籠細工などでも馴染みがあります。その藤をひときわ美しく演出するフラワーパークをご存知でしょうか。栃木県足利市にある足利フラワーパークです。春には樹齢160年にも及ぶ600畳敷の藤棚を持つ大藤や、長さ80メートルもの白藤のトンネル、キバナ藤など350本以上の藤が咲き誇り、見る人に感動を与えます。また同時期に見頃を迎えるクルメツツジや、5月から6月にはバラ、クレマチス、シャクナゲ、花菖蒲、夏にはアジサイ、睡蓮などが園内を彩ります。足利フラワーパークは現在の足利市朝倉町に1968年に開園した早川農園を前身とします。その後、都市開発のため園の移設が検討され、現在の足利市狭間町に1997年、足利フラワーパークとしてオープンしました。この移転の際、不可能だと言われていた大藤4本の移植を成功させたことでもその名を轟かせましたが、2014年に CNN が選んだ世界の夢の旅行先10カ所に選出されたことで、一躍世界的にも有名になりました。現在は年間来場者数150万人以上と、フラワーパークでは圧倒的な首位となっています。四季折々、数多くの花々で彩られる足利フラワーパークですが、この時期限定の藤の絶景を見ていきたいと思います。西ゲートから入場してすぐに見えてくる大長藤。花房が最長 1.8 メートルにも成長する足利フラワーパーク屈指の藤棚です。色、形、花房の長さなどさまざまな種類がある藤ですが、園芸用に見られる藤は主に日本原産の野田藤と山藤、そして中国原産のシナ藤に分かれます。この大長藤も野田の長藤です。世界でも珍しい八重咲きの大藤です。品種は八重黒龍。野田藤系の品種である黒龍藤の突然変異とされています。別名をボタン藤とも言います。ボリュームのある花房は
まるでブドウのようにも見え、気品のある香りも秀逸です。1997年4月、開園時に庭木仕立ての藤25本を左右に植え造作されました。全長は約80メートルにも及び、現在トンネル仕様としては世界唯一と言われています。花の下は甘く優しい香りに包まれています。アーチ橋にかかる藤棚がとても印象的です。朝倉町から狭間町へパークの移動に伴い検討された大藤の移植。前例なき大移植が延べ2000名の人々によって行われました。この後、奇跡の大藤と呼ばれるその藤を見てみましょう。1991年、足利市の中心部にあった棚面積600平米の大きさの藤棚は、町の再開発のため移動せざるを得なくなりました。しかしこの当時、幹回り1メートル以上の藤の移植は成功例がありませんでした。何年も移植の方法を模索し、1994年600平米あった藤棚を72平米に縮小するなど、移植の準備が開始されます。樹齢130年、幹回り 3.6 メートルの大藤の移植は、常識を超えた移植プロジェクトとして全国から注目を集めました。藤の幹はとても弱いので、クレーンで吊る際にかかる荷重が心配されます。そこで治療用のギプスからヒントを得た石膏包帯を幹に巻きつけ保護するという方法が取られました。そして1996年2月、数年にも及ぶ準備の末、ついに移植されます。移植から2ヶ月後、無事に芽吹き始め、翌年の1997年5月、見事に花をつけました。こうして日本で初めての大藤移植の成功例となりました。現在では樹齢約160年、広さ約1000平米の大藤棚に成長しており、隣にあるもう一株の大藤と合わせると約2000平米にもなります。ある程度成長した樹木を移植するとき、根と幹と葉、この3つを広範囲で切除することになります。
これは人で例えると大手術と言えるのではないでしょうか。さらに孤樹巨木となると超難関手術です。樹木の生命力に感動することはもちろんですが、前代未聞の移植に臆することなく挑み、この満開を見せていただいた方々に敬意と感謝の意を表します。冬のイルミネーションも良いですが、この季節に巨大な藤が見せる本物の美しさは圧巻と言わざるを得ません。年間150万人以上が訪れるとされる足利フラワーパーク。今年もまたさまざまな大藤たちが初夏の訪れを知らせてくれました。最後までご視聴いただきありがとうございました。